はいどうも、ダーギターチャンネルの山本です。完全に釣りみたいなサムネですいません。なんとですね、今回、世界で5人しか当たらないピッチイノベーションズの新プラグイン、グルーブシェイパーの検証に当選いたしました。うわー。ということで、せっかくいただきましたので、早速ですね、プラグインレビューをしていきたいと思います。では、行ってみましょう。はい。ことの経緯をお話しするとですね、僕、もともと、今ご覧いただいている、ピッチイノベーションズのフルイドピッチですかね。これ読み方よくわかんないんですけど。これを持ってたんですね。だから、メーカーさんからメール来てて、検証やってますみたいなメールが来てたんですよね。で、まあ、応募するだけしてみておいたんですけど、そしたらですね、はい。突然こんなメールが来まして、こっちが来たメールですね。英語で書かれてあります。で、これを和訳すると、こんな感じですね。おめでとう。あなたは5人の幸運な当選者の一人です。優勝者のあなたは私たちの今後のプラグインの無料永久コピーを確保しました。18日にプラグインがリリースされると同時に、今日中にあなたのお手元に届く予定です。私たちの旅にお付き合いいただきありがとうございました。これからもグルーブし続けてください。チームピッチイノベーションズ。ということで、検証当たっちゃったんですね。全然ですね、くじ運が僕はないんですけど、まあ、ほぼ当たった経験なんかないんですけども、まあ、たまたま今回ですね、5人しか当たらないニューリリースのプラグインの検証に当たりまして、いただけるということになりました。で、つい先日ですね、リリースされたのがこちらのグルーブシェイパーです。ダウンロードして、インストールして、アクティベーションを済ませると、まずはですね、プラグインスキャナーっていうのが立ち上がって、自分の PC の中にどんな音源プラグインが入ってるかっていうのをすべてスキャンするんですね。今こう始まっちゃってますけども、こんな感じでスキャンしていきます。で、一応、これはね、僕の方の設定の問題なのか、いくつかですね、読み込まれてないプラグインなんかもあったりはするんですけれども、まあ大体は割と読んでくれてる感じですね。で、スキャンも無事終わりますと、このホストのここですね。ここに、こういうふうに各音源がそれぞれ見えるようになります。で、このホストのところに立ち上げて使うというやり方。もしくは、これ自体が、まあサンプラーなので、ファイルを読み込んで使うこともできます。まずはですね、サンプラーとしての使い方からやってみたいと思います。ちなみにですね、いただいてて言うのもなんなんですけども、キューベースとの相性は今んとこ微妙ですね。まだバージョン1なので、これからバージョンアップで改善されていくとは思うんですが、VST3 の方のバージョン立ち上げるとですね、まあ100%、固まります。で、VST2 の方は今んとこ使えてるんですね。ただたまに落ちますので、まだまだこれからですね、バージョンアップで改善していっていただけるのかなというところですね。多分、DAW によっては全然問題なく動くんだと思うんですが、今んとこ Cubase の12 Pro ではちょっと相性が良くないのかなという感じはあります。で、この丸とかですね、二重丸とか、こうあるんですけども、この枠1個が今んとここう一泊という感じになってます。で、そこに、このマークですね、が、それぞれ、こう、まあ、マウス持ってくると、こう、四分音符とか、八分音符、三連符、16分みたいになるんですが、これを、こう、置いていくんですね、こうやって。で、その順番で演奏されるということですね。で、一拍なので、今4分の4なので、これで4つで1小節。で、今、これで2小節分作りました。で、これ、一個一個が調整できます。これですね。ベロシティだったり、ノートの長さなんかも調整できます。8分で片方は強くして、片方弱い。で、長さも
長いのとちょっと短いのとかっていう風に調整できるようになってます。で、消したいときはですね、右クリックするとこう消えていきますし、全部消したいときはクリアオール、ここですね。とか押すと全部消えたりします。で、ランダムに出すこともできまして、マジックダイスっていうこの部分ですね。ここクリックするとこうランダムに出たりします。押すたんびにこう変わっていくんですね。で、ランダムに出たものでリズムを構築することができます。で、サンプラーとして使う場合なんですけど、ここの、この、なんか、波形みたいなマークですね。これを押すと、サンプラーモードになります。で、もともとはハイハットが入ってるので、このまんまでもハイハットの音が出ます。ちょっと鍵盤弾いてみますね。はい。こんな感じで、ハイハットの音はそもそも入ってて出ます。で、この波形みたいなマークのところを押すと、サンプラーのモードになって、ファイル、これですね、ファイルマークをクリックします。そうすると、ファイルが読み込めますので、自分が持ってる音素材ですね、なんかを読み込んであげるといいかなと思います。ちょっとベースのワンショットを読み込んでみますね。そうするとこんな感じで読み込みました。で、これが今、ここ指定したリズムで再生されるんですが、ここ、このマークだとリズムが分かりづらい場合は、このビューマークを変えてあげると、並びが見えます。で、これを、鍵盤を演奏すると、で、自動的に音程割り当てられてますので、はい、こんな感じで音程も変わります。で、1個読み込むと、そのファイル自体すべてを読み込むみたいで、横ボタンでね、ずれていってくれます。こんな感じでファイル変えられます。はい。こんな感じで音程も出てくれます。で、読み込んだファイルをシェイプモードで調整することができるんですが、例えばですね、16の音符、16分音符ですね、ここ読み込んでます。これをちょっと調整してみたいと思うんですが、ベロシティをまず頭強くして、で、8部で16、16のフレーズにしたいと思います。で、ここがちょっと強くて、後ろが弱い感じですね。で、長さはしっかり伸ばしてみたいと思います。で、ここのね、なんかバーみたいなやつ。これを押すと、この前の16が後ろと繋がってくれて、しっかり8になるんですよね。なので、ここのバーをくっつけてあげると、よりちゃんとした8になります。これ切ってると、切って短くする場合は、給付にする場合は、ここをオフってあげると消えます。なので、オフにする場合は給付ですね。で、音をつなげる場合は、このバーを押します。これで、ここが前とつながって、8分音符になりました。でこの状態で、8分、で、ここが8部ですね。で、8部と16。で、これは逆に、後ろをつなげてますので、前が16で、後ろが8部の状態ですね。長さ伸ばしておきましょうか。で、これが、2拍目と同じ。前が8部で、後ろが16のリズムになってます。で、これで先ほど読み込んだベースを演奏してみると、こんな感じになります。はい。こんな感じになりますね。
これで割と細かく調整もできるんじゃないかなと思います。で、シーケンサーのところを押すと、ベロシティの強弱、強さですね。全体的な強さと、ゲートの具合が変わります。で、ゲートが結構音の長さをまたここでも調整できたりしますので、これゲート全開にすると、先ほどと変わんないかな。はい。で、ゲート0にすると、はい。ちょっと切ったような感じになりますよね。で、スイングがありますんで、まあ、跳ねたリズムも出せます。ぶっちゃけダイナミクスはあんまり効果がよくわかんないんですけれども、多分設定によって、確実に変わる部分があるんだと思います。一番下にキャプチャーミディっていうボタンがあるんですけども、これは、今設定したリズムをミディファイルとして、簡単に吐き出すことができます。で、どうやるかっていうと、キャプチャーミディを押します。で、これで任意の鍵盤で演奏します。ちょっとやってみます。で、ストップします。そうすると、ドラッグ&ドロップっていうのが出ますので、これをそのまんま自分が使いたい音源のトラックに持っていきます。はい。これで、ファイルが出来上がりました。で、まあ、もし微調整が必要であれば、ここで微調整してあげるという感じですね。はい。では、ちょっとこれを再生してみます。はい。こんなことができます。で、もう一度やり直した方は、このもう一回やり直すボタンを押せば、もう一度作れますし、いろんなパターンが作れます。で、このパターンは気に入ったものがあればセーブしておけばいいですので、いろんなのを瞬時に作ったりすることができると思います。一応今作ったパターンは保存しておきたいと思います。こちらを Save as New Repeater Preset ですね。これをクリックします。そうすると、ユーザーファイルが開きますんで、ここで任意の名前をつけて保存してあげると。で、これですね、今1小節だけ作ったんですけど、これもっと増やしたいなっていう時に、簡単に、コピーする方法があります。ただ、これ DAW によって違うかもしれないんですけども、Cubase の場合は、キーボードの Alt ですね。これはパソコンの方のキーボードの Alt キーを押しながら、コピーしたいものをドラッグします。そうすると、コピーできますので、これを繰り返していく。これで2小節できました。はい、3小節。で、4小節目の最後だけはちょっと変えようかな。っていう感じで、例えば3連符を入れたいという場合は、これをドラッグして、で、調整してあげればいいわけですね。ただですね、一点注意点があって、コピーしたんですけども、ベロシティはなぜかコピーされないんですよね。なので、ベロシティは、都度ですね、少し設定してあげる必要が出ます。この辺ね、改善されたらいいなって感じですね。ベロシティも同じ値でコピーしてもらって、で、まあ、必要であれば調整するという感じにできればいいなと思います。はい。では、こちらのグルーブシェイパーをホストとして使う場合ですね。こちらをやってみたいと思います。このホストのところですね。ここをクリックして使いたい音源を読み込みます。エアのエクスパン2あたりにしましょうか。はい。で、こちらでは、シンセベースを読み込みたいと思います。はい。読み込みました。では、これで、先ほどのリズムを演奏してみたいと思います。
はい、こんな感じになります。ちなみに、リズムのプリセットもたくさん用意されてまして、ここを押すと、ベース用とか、ドラムフィル用、ショートストリングス、シンセ用、なんかでパターンがいろいろあります。で、このカテゴリーに、惑わされることなくですね、気持ちいいリズムだったらどの楽器に使ってもいいと思いますので、いろいろ試してみてください。では、試しにですね、シンセの、じゃあ、ベーシックシーケンス。こんな感じですね。を出して、で、音源もちょっと変えてみましょう。はい、ベルに変えました。で、コードを演奏すると、はい、こんな感じで演奏してくれます。で、ここにアルペジオボタンがあるんですよね。これを押してコードを置くと、自動的にアルペジオしてくれます。で、現段階でこのアルペジオの調整はちょっと僕も理解してないんですけれども、もし細かく調整したい場合は、ミディキャプチャー機能なんかを使ってミディを吐き出して調整してあげるのがいいかなと思います。はい。ではですね、グルーブシェイパーを使って、ちょっと参考音源を作ってみました。で、まずはベースですね。はこんな感じにしてみました。はい。で、キーボードですね。シンセですかね。シンセがこんな感じです。で、もう一個シンセですね。で、こちらのシンセはこんな感じです。はい。では、グルーブシェイパーを使ってちょっと遊んでみましたので、参考音源を聞いてみてください。はい。いかがだったでしょうか？僕はね、ちょっと幸運にも、グルーブシェイパーの方が検証に当選したということで、無料でいただけたんですけど、まあ、うまく使うとね、面白い、プラグインじゃないかなと思います。まだまだね、ちょっと、改善してほしい点なんかもあるにはあるんですけれども、うまく動いてくれればね、いろんな、リズムパターンなんか、特にですね、ダンス系だったりとかの、打ち込み前面に出す感じの楽曲だと、より、使いやすいんじゃないかなと思います。というわけで、今日はこの辺にしたいと思います。もしよろしければ、高評価、チャンネル登録もお願いいたします。では、次の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。